はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルはシリーズでお送りしています朝鮮王朝についてお話を進めていきたいと思います。今日は21代の王様である四女について解説をしていきたいと思います。四女はですね、1694年に生まれて1776年に亡くなったですね、長寿の王様として知られています。それから1724年に即位して、1776年というですね、長い間、この50年以上にわたる朝鮮王朝をですね、政権をまとめていったですね、そういう王様として知られています。このチャンネルはですね、こういった韓国、朝鮮の歴史や文化について解説、それから現地の歴史的な史跡などをですね、発信しております。それからですね、文献などを中心とした、その内容を中心として、勉強会形式で配信をしております。最後までお付き合いをしていただきたいと思います。はい、そこでですね、四女がまずこの即位をしていくんですけども、それにあたってですね、やはり理解していかなければならないのは、この当時のこの政争ですね。前回もお話ししましたけども、この小論派とですね、老論派のこの闘争ですね、党の争いというものが激化していくと。前回この死ぬむ坂というですね、ことで、この小論派がですね、老論派ですね、老論派がこの粛清されていくんですけども、今回はですね、この老論派をですね、バックにしながら、小論派をですね、粛清していくと、これをウルサ処分と言います。その後ですね、インジャの乱というですね、1728年に起こります。これは小論派と南進派がですね、組んでですね、そして、老論派をですね、粛清していこうというような運動ではあったんですけども、それと同時にですね、この四条ですね、王様の資格からですね、引きずり下ろして、そして、王様の地位をですね、なくしていくというような運動ではあったんですね。これはですね、キョンジョンが亡くなったその原因がですね、四条の毒殺であったんだというような濡れ衣をですね、かけていくわけですね。これがですね、ずっとこの四女が即位する間にですね、こういったこの主張を繰り返していくことによって、四女はここにおいてですね、かなりのこのコンプレックスを抱くことになっていくわけです。そして、こういったですね、ところから両派のですね、報復のですね、報復劇がですね、ずっと続いていくんですけども、これに解決策と、として打ち立てるのがですね、党兵策と、四女が行った、政治の、一つの方法としてですね、党兵策を通して、王権強化を成していこうと。党兵策というのは、これはですね、お互いのですね、この派閥のいいところをですね、いいところを取って、そして、政権を維持していこうというところですね。ですから、小論派の、派閥の小論派のですね、人材を登用しながらですね、均衡を保って、そして連立政権を模索していこうというような政策なんですね。前回ですね、ファングクというものを少し紹介しましたけれども、こちらはですね、お互いがその政策をですね、主張しながらですね、闘争をしながら、そして王権が強化されていくというようなところだったんですけれども、四女からですね、党兵策というものを打ち立てていきます。これはですね、この諸教にある後半編というところにあるその内容で、無辺無党ですね。要するに偏らなくて党をですね、託すと。それが、王道としてですね、党党というですね、この党党というのは、広くですね、この澄み渡って、そして、広げていくというようなところでですね、何よりも党のですね、派閥というものをなくしていこうというようなところから、これを取ってですね、党兵策を打ち立てるのが、四女の一つの政治のですね、特徴として言われています。それからですね、四女の実績というところですね。
この四女の実績として一番よく言われているのはですね、この愛民思想ですね。民をですね、民衆をどこまでもその事情を汲み取って、そして政策に応用していくというようなところですね。四女はですね、どちらかというと、宮中の中で過ごしたと言われるわけですね。幼い時からその、ムスリというですね、母親から生まれているがゆえにですね、どちらかというと、宮中の外にですね、目を向けるようになったと言われているんですね。それからですね、四女はすごくその努力家でありですね、勤勉家でもあったというところで、先ほども私も最初にですね、冒頭に話しましたけども、長寿の王様であると、健康にですね、かなり気を使っていた王様であったというんですね。健康チェックもそうですし、それから食事もですね、王様というのは1日に5回から6回ぐらいすると言われているんですけども、それを3食にしたと、かなりの小食としてですね、有名な王様であったというですね、そういう意味ではですね、自己管理、自分の自身をですね、管理したりとかですね、それから民衆にですね、近寄って、そしてその民衆の声を聞いていくというような態度を示したんですね。そのうちの一つとして、この禁薬法というですね、法律を定めたんですね。これはですね、簡単に言えばですね、税制を改正してですね、民のその税の負担をですね、なくしていくというところですね。なぜかというとですね、その重税に苦しんだ場合にですね、この抜きとなっていくと、逃げてですね、抜きとなっていったがゆえにですね、税をですね、この借り取ることができないというところですね。それがゆえに、この財政がこの苦しくなっていくというところですね。それからですね、軍役とかですね、軍服というものがあったんですけど、軍役というのは、これは戦争にこの軍人としてですね、徴兵されていくんですけども、当時はですね、かなりその平和的なその時代背景があったがゆえにですね、軍役というよりはですね、重いその労働ですね、重労働に駆り立てられていくわけですね。それをですね、かなり免除したりとかですね、それからこの軍人が着るその服ですね、そういったものを作るものを免除したりとか、こういったですね、軽くしていくというようなこの政策を取っていくわけですね。それから今、ソウルにもですね、チョンゲチョンというものがですね、工事されていきましたけども、このチョンゲチョンもですね、工事して、そして生活の汚水をですね、かなりこの良くしていくというような工事を行っていくわけですね。で、この時にですね、民衆を動員したんですけれども、21万5000名というですね、これはそのお金を与えて、その報酬をですね、与えて、そして、動員したっていうのもあるんですけども、奉仕をしてですね、自ら奉仕して、そして、この工事に当たった人もたくさんいたというんですね。この当時のこの絵なんですけども、こちらにある絵ですね。この上にいるのがですね、この四女ですね。ですから四女がですね、直接その民のその工事現場に行ってですね、そして、この状況を見ていくというようなところを、行っていったというですね。で、王様というのはその宮中からですね、あまり出ないんですけども、この御政門業というですね、こちらにちょっと漢字で書いてありますけども、こういった形で、外に、その宮中の外に出て、そして民衆やですね、それからヤンバンとですね、この、討論していくというような、この政治のやり方をしていったわけですね。それからですね、禁酒法ですね、お酒をですね、飲むことを禁止して、これはですね、米をですね、やはりその使ってそのお酒を作るので、米を保護したいというところもあったんですけども、それと同時に贅沢をですね、禁止しましょうというところで、四女自身がですね、とてもその勤勉家であったがゆえに、もう立ってその本を読んだりとかですね、それからその座布団をですね、敷かないで、そして勉強したりとかですね、そういった逸話があるぐらいですね、そういった勤勉家であったというところですね。それから、あとは結婚を制限したりとかですね、同じ党派の中でですね、婚姻を制限するというような、政策を取ったりとかですね、様々なその長い期間ですね、在位の期間においてですね、この国のためにですね、民のために政治をしていったというところにおいて、その次のですね、チョンジョオールの時にはですね、大きなその成果として花開いていくというようなところです。そしてですね、何よりもこの4条においてはですね、ドラマやですね、紹介されていますけども、このお父さんとですね、その子供の関係ですね、要するに、この佐渡世者ですね、佐渡世者が、米びつの中でですね、
死んでいったというような話がもうよく取り出されていますけども、これについてですね、少し考えてみたいと思うんですね。で、このお父さんとですね、この四女がお父さんでですね、そして子供が、本当はですね、佐渡セジャとしてよく知られていますけども、チャンホンセジャというですね、チャンホンという名前だったんですね。で、四女がですね、この子供が、生まれたんですけども、ヒョジャンセジャというですね、お兄さんが、この佐藤セジャのお兄さんですね、10歳でですね、死んでしまうんですね。その前にですね、もう娘さんが2人いたんですけども、やっぱりその息子が欲しいということでですね、待望の息子が生まれたのはもう50歳過ぎてだったんですね。ですから本当にこの四女においてはですね、子供が欲しかった、息子が欲しかったのがゆえにですね、やっとこの息子が生まれたのが、なんと、チャンホンセジャであったというんですね。佐藤セジャですね。なんとですね、このチャンゴンセジャがですね、3歳の時にもう字をですね、漢字を読むことができて、そして、スラスラですね、その、儒教の経典をですね、暗記して、そして話すことであったというところでですね、本当にこの四女はですね、佐藤セジャですね、チャンゴンセジャに期待をかけていったと。だからですね、もう幼い時にもう世継ぎを指名してしまうんですね。しかしながらですね、このチャンゴンセジャはですね、どちらかというと、勉強も、この時勉強も、かなりのその、頭の良さというものを表していたんですけども、徐々にですね、周りのその教育の、環境的なものもあったと言われているんですけども、武芸というものですね、夢中になっていくわけですね。チャンバラみたいなものをですね、こう、宮中の中でしていくと。それを見ながら、やはり四女としては、ちょっとこの、大丈夫かなというですね、心配を、かけるようになっていったわけですね。そして1749年にですね、代理長生ですね、テイリジョン・ジョンというですね、これは何かと言いますと、王様の代わりに政治を行っていく人を指名していくわけなんですね。なぜかというと、もうこの四女においてはもうかなりの年が、取っていくわけですから、子供っていうんですかね、代理が政治を行える人をですね、指名していくことによって、自分のその重荷をですね、負担を軽くしていくというところもあったわけですね。しかしながらですね、この四女が期待するようなですね、チャンホンセジャがですね、そこまでですね、政治の手腕をですね、発揮することができなかったとも言われていますし、それと同時に、いつもですね、この四女がいるときに、チャンホンセジャをですね、横に置いて、あなたはどう思うのかと、例えばですね、こういったこの国の状況があるけども、あなただったらどうするのかということです。意見を求めていくっていうんですね。それに対してチャンホンセジャはとてもそのプレッシャーですね。お父さんが横にいてですね、そして自分が何か意見を言わなければならないというところで、本当にこのプレッシャーが大きかったっていうんですね。そこにおいてどんどんですね、この、圧迫ですね、この四女がチャンゴンセジャに対してとても圧迫するようなそういったこの態度を示しながらですね、なんとですね、チャンゴンセジャはですね、ちょっと精神的にですね、すみません、これ漢字がで障害と書きましたけども、精神的な障害を、持つことになったんです。その一つがですね、人を恐れるっていうんですね。ちょっとこの人をですね、何かこの、恐れていくというですね、対人恐怖症みたいなところが出てきたと。それからですね、雷をですね、恐れると。雷がカーッとなるとですね、本当にこの精神が、この状態が悪くなっていくというところですね。それから服を王様というのは服を自分から着るというよりは服を着させてもらうわけですけども、その時にですね、この服がなかなかですね、着ることができない、着ることに恐れを感じるというんですね。そういう中でですね、なんとこの、チャンホンセジャを、このメシスカイですね、メスカイたちを、殺してしまうというような事件が何回も起きていくわけですね。こういった非行的なですね、行動を見ながらですね、やはり四女としても不安になっていくんですけども、ナギョンオンですね、すみません、ナギョンオンという人がですね、この告発をしていくわけですね。10個の告発。要するに、チャンホンセジャがこういった悪いことをしているんですね。もうセジャとしては、もうこれは務まらないんではないかということを四女にですね、報告してしまうんですね。これによってもうですね、堪忍袋の尾が切れた四女はですね、チャンホンに対してどういうふうに迫るかというと、もうあなたはですね、
もう聖者としての資格はなくなったというようなところで、なんとですね、自決を命ずるわけですね。これは4条だけの思いではなくてですね、なんとですね、こういった背景の中で、もうこの周りの人がですね、派閥もそうですし、周りのそういった親族の方が4条に、これはもう大変なことになっているというところで、報告したというところもあったと思うんですね。それによって、チャンホンに自決を命ずるんですけども、結局は自決に対してですね、チャンホン聖者は、なんというかというとですね、自分自身を愛さないで怒ってばかりいるからね、私は本当にもう恐ろしいんですというようなところを、言ってしまうんですね。それに対して4条がですね、本当にこの、なんていうんですかね、ちょっとこう、逆上してですね、そして米びつに彼を入れてですね、8日目に餓死をしてしまうというような悲劇が起こってしまうわけですね。で、これはですね、何よりもこの、要するに、四女とチャンホンとの間のですね、関係はあると思うんですね。やはり四女とチャンホンがどんどんこの関係がですね、ギクシャクしていくと。そしてなんとですね、その晩年にはですね、本当にその二人が合わなくなってしまったとも言われているんですね。お父さんと子供ですから、そういったこの何回かですね、会う、そういったこの会わないといけないわけですね。会って挨拶をしなければいけないのが、これは儒教の、そういったこの社会のですね、重要な生活の、規範ですけども、それさえもしなくなったっていうんですね。それだけではなくてですね、このチャンホンにおいてはですね、やはり、こういった祖母やですね、お母さんもいたわけですよね。ですからそういったところに、慰めっていうんですかね、をもらうことはできたんですけども、なんと、おばあさんやですね、お母さんも亡くなってしまうと。そして、このチャンホンとですね、お姉さんですね、お姉さんが2人いたんですけども、こういったチャンホンに対して、この、なんていうんですかね、お姉さんとして、兄弟としてですね、守ってくれるお姉さんもですね、実はですね、亡くなってしまうんですね。ですから、チャンホンがですね、この周りの、この、自分をかばってくれる人が、もうほとんどいなくなってしまうというようなところで、孤独に陥っていったというところもあると思うんですね。それから、チャンホンセジャーのですね、この奥さんですね、ヘギョン軍本氏というですね、方が、ハンチュン録というですね、書物を残しています。これはですね、チャンホンセジャーがですね、ずっとお父さんとの関係を、この記録していくんですね。で、こういったこの漢ですね、漢字のこういった反というですね、恨みっていうんですかね、自分の心のその行き詰まりをですね、日記として書いたものを後々ですね、この親族がまたこれをですね、整理したのがですね、このハンチュン録というんですけども、こういったところを見るとですね、かなりのそういったヘギョン軍本氏もですね、本当に辛いそういったこの生活をしていたというようなところを伺うことができるわけですね。そしてそれだけではなくてですね、なんとここにおいて派閥争いがかかっていたということも言われているんですね。先ほどのですね、このナギョンウォンというですね、方が、この報告したと言いますけども、ナギョンウォンがですね、なんと、ローロン派に属していた、このローロン派によって操られていたとも言われているんですね。ですから、このローロン派においては4条を支持してですね、小論はですね、このチャンホンセジャーを支持していたというところにおいて、これは父子の関係だけではなくてですね、派閥争いが関わっていたとも最近では明らかになっています。そういったところでですね、チャンホンセジャーが亡くなっていくんですけども、チャンホンセジャーのですね、なんと子供がいたわけですね。サンという子供がいましたけども、このサンにおいてはですね、四女がやはりその後悔、チャンホンセジャーが亡くなることによって、サドセジャーというですね、送り名を送っていくんですけども、やはり後悔することによって、なんとかこの子供はですね、後継者として残していきたいということで、チャンホンセジャーもですね、世継ぎではないので、このサンという子供がですね、王様になることはできないんですけども、ここにおいて、ヒョジャンセジャーというですね、もうすでに亡くなっていたヒョジャンセジャーの席に入ってですね、そしてそこからこの王様としての、世継ぎをですね、継承していくというようなところの計らいを持っていくわけですね。
しかしながらですね、チョンジョはですね、こういったその現場をですね、全部見ている。そして、なんとですね、自分のお父さんが殺されていくもそうですし、自分がそのお父さんが変わっていくと、お父さんっていうんですかね、席が変わっていくというようなところで、そのずっとです、喪中の期間ですね、喪中の期間も、お父さんからまた別の、そうですね、入籍になってしまっているので、それさえもですね、できずに、そして、過ごさなければならなかったというような、この悲劇が、起こっていくわけです。こういったですね、四女というとですね、サドセジャというようなことでよく言われていますけども、無慈悲なお父さんだというようなことで、イメージがありますけども、それと同時にですね、この当時に、文芸復興をですね、起こすそういった兆しを見せしたいというような背景がありました。その一つが、印刷術の発展というところですね。そして、実学者がですね、登場するというところですね。この実学者というのはですね、今までの儒教とはですね、少しこの伝統的なものを固執するのではなくてですね、西洋のもの、西洋の文学、西洋の学問ですね、そういったものを取り入れていこうというところですね、そういったところからですね、この次世代においてはですね、キリスト教がですね、そこから入っていくというところなんですけども、イークというですね、人物が中心となってですね、そして実学者としてですね、この弟子たちを輩出していくというような背景が出てきます。それから学問の振興に寄与というところで、こういったですね、東国文献備考とかですね、解答学章。この東国文献備考というのはこの地理史ですね。地理、この関東の地理ですね。ウサン道とかですね、ウルン道についてもですね、書いております。それから解答学章ですね。これは歌のですね、この詩歌ですね。詩歌のについてのですね、内容についての書かれた文献ですね。そして、四女自身もですね、こういった漁政形成問答とかですね、衣装筆覧というですね、こういった直接ご自身がですね、書いた書籍も残しているというぐらいですね、かなり彼自身もですね、学問に傾倒していった。そして、学問の復興にですね、寄与をしていくというですね、そういった人物であったということもですね、一つの特徴として、強調していいのではないかというふうにあると思いますね。それ以降のですね、チョンジョ22代のですね、王様においてはですね、ルネサンスが起こったと言われていますので、そういった土壌がここにおいてですね、築かれたというふうなことが言ってもいいと思います。で、四女がですね、先ほどもこの民衆のためにですね、民衆に近寄っていったというような話をしましたけども、彼が何と言ったかと言いますと、天がですね、私に王となるようにしたことはですね、それは王のためにしたのではなくてですね、どこまでも民衆のためだったとですね。民衆のために私を王にしたんだというようなことを考えて、そしてこういった言葉をですね、残していったというんですね。そういう意味ではですね、この長い期間、即位としてですね、王様としていろんな実績も残していたというところもですね、四女としての、四女のこの王権のですね、期間において強調される部分ではないかというふうに思われます。はい。今日はですね、21代の王様である四女について解説をいたしました。この四女とですね、それからサドセジャとの父子の関係、父親と子供との関係ですね。これは時代を超えてですね、何か私たちに伝えるものがあるんではないかとも思われます。今日はですね、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。